はい、こんにちは。はい、今回からね、新しい冒険を始めていくってところで、まずはね、髪型とか服装を変えてみました。一つ前の髪型よりも、このトレードマークのサイドテールをアピールしていく感じですね。で、バージョン1からバージョン2になるまで約3年半やってきたわけなんだけど、アーリーアクセス版から正式リリース版に変わったという節目でもあるので、ここでまた新たに始めようってな感じです。で、前回要塞のボスを倒したんだけど、そこまでをファーストシーズンとして、ここからはセカンドシーズンで、今回からはこの新しく始めるでニューゲーム、そのファーストエピソードってことで題して新たなる旅立ちやっていきたいと思います。まあ今回は私が新しく始めるってのもあるんだけど、これから新しく始めようって方向けの解説とかもやっていこうと思います。でね、この画面をお見せする機会もめったにないと思うので、せっかくなのでお話ししとくと、このクリエイティブモードっていうのは資材が無限に使えたり、プレイヤーがダメージを受けないモードなので、物を作るのに専念したい場合はこのオプションを選択すると良いですが、まあ注意点が1点あるんだけど、その話は一遍置いといて、とりあえずノーマルモードで始めましょうか。いざ。おー、ここが新しい世界か。何もない状態からのスタートというか、何の説明もなく放り出されるっていう放置プレイなんだけどこっち側のモノリスに近づくとメッセージが展開されるのと、あと初めてプレイするときは簡単なチュートリアルが出たはずなんだよね。で、まあ簡単に説明すると、資材を集めて物を作るようなゲームになっているので、まずは資材を集めましょうか。って言ってもね、実はこの資材集めの映像はつい先日ライブ配信でやった映像を流してます。で、この時のライブ配信の趣旨としては、コレクション一覧をできるだけ埋めるってな趣旨でやってって、まあまあスピーディーにやっちゃってるんだけど、それでも2時間くらいかかってるんだよね。まあこちらの映像はダイジェストが欲しいってなリクエストもいただいてるので、長すぎて見る暇がない方はそちらの完成を待っていただいてもいいかな。ちなみにこの時は新しい自分のアバターの動作チェックを兼ねてたんだけど、アバターの置き換えはプリミティアがインストールされてるこの辺のフォルダーに VRM ファイルを置くとゲーム内に反映されます。まあなんやかんやで資材も適当に集まってきたかな。ちなみに初期位置にある古代の蘇生装置、これはプレイヤーがやられるとプレイヤー本人だけがその位置にリスポーンできる装置なんだけど、持ってた荷物はやられた場所に放置されるので、その点は注意してください。まあ私はつよつよプレイヤーなのでそう簡単にやられたりはしないんだけど、はい。で、さっき言ったコレクション機能は何に使えるのかというと、冒頭でちらっと話した
クリエイティブモード。クリエイティブモードでは資材を無限に使えるって言ったんだけど、生成できる資材の種類ってのはノーマルモードでコレクション登録されたものなんだよね。なのでクリエイティブモードをメインで遊びたい方も一旦ノーマルモードを軽く走り回って本来の世界を体験してみた方がいいですね。ってな感じで高難易度のものって入手できてないものはいくつかあるんだけど、種類としては結構集まったかな。これだけあれば十分何か作れますね。よし、じゃあ実際に何かを作りたいところなんだけど、モーターを使った乗り物を作ってみましょうか。モーターは本体に電流を流すと軸が回転するので、まずはここに車輪をつけましょうかね。で、それはいいんだけど、これだけ種類集めといて基本的な工作に使うような刃物がない。多分荷物が重くなった時にその辺に捨ててきてるんだけど、せっかくなので鉄を作るところから始めましょうか。鉄は石鉄鋼を600度まで燃やせば出来上がるので、適当な木を切って枯れ草と木材を用意しといて火をつけます。火を起こす方法もいくつかありはするんだけど、お手軽なのは鋼鉄鋼と石を叩きつけることかな。こうやってお手軽によし。ちなみに鋼鉄鋼は500度で石鉄鋼に変わるので、鋼鉄鋼をそのまま燃やしてもいいんだけど、鋼鉄鋼は他の使い方もあるのと、経験上探してる時に限って見つからないことが多いので、できるだけ石鉄鋼を使うようにしてます。よし。で、鉄に変化したら石とかで叩いて薄くします。こうやって刃物にした方がダメージが上がるんでね。っていうかちょっと大きくしすぎちゃったかな。こういう場合は石とかに叩きつけると割ることができるんだけど、どうせだったら工場を壊すために使った方が一石二鳥かな。工場にはレアメタルが入ってるんだけど、これは金か。金はレアなだけでいまいち活用方法がわかんないんだけど、とにかく集めときます。おっと、こっちからは銀が出ましたね。これはビームを反射したりとかで使える。いいんだけど、今は鉄を割りたかっただけなんだ。しょうがないのでこの岩で割りますか。鉄は初期のバージョンから基本的な武器として実装されてたんだけど、比較的最近のアップデートで耐久性が上がって使いやすくなりましたね。とにかくこれで作業が進められるかな。で、乗り物のボディは今簡単に調達できる木でいいかな。タイヤは四角いとさすがに動きにくいので、2枚の木の板を組み合わせた八角形のものを使います。で、今作ってる部分を後輪にするとして、前輪は空回りする仕組みにしようと思ってるんだけど、ここで必要になるのがベアリング。
ベアリング。これもないな。もう。ベアリングはドローンを倒せばゲットできるんだけど、結構頻繁に使うものなので、近いうちに大量生産できる仕組みを作っとこうかな。とにかくこのベアリングは軸と外輪が別々に動く部品で、車輪に限らず稼働するものには必須と言っていいでしょう。よし、あとはモーターに電気を通す仕組み。こうやって直接接触させれば当然動くんだけど、これを手元で操作したいんだよね。なので電池は前側に持ってくるとして、後ろに届かせるための配線をしていくんだけど、これは合金を使っていきます。ただ長い部品が欲しいんだけど、合金これだけしか持ってこなかったのは失敗したな。しょうがないので鉄を使いましょうか。この世界には現実と同じように電気を通す物質と通さない物質があるんだけど、鉄も電気を通すんでね。よし、まあこんなもんか。で、このまま直接つなげると常にオンになっちゃうんだけど、ここで使うのがトリガースイッチ。これは握った時だけ電気を通すってな部品なので、これを回路の途中に組み込んどいて、握った時だけちゃんと電気が通って車輪が回ってますね。よし、仕組み自体はこれで完成と言っていいんだけど、ちゃんと人が乗って動くかどうかわからないので、実際に走らせてみましょう。いざ。おー、ちゃんと動かすことができました。ちょっとね、地面が近すぎて足で歩いてるようなエフェクトが入っちゃったりしてるんだけど、実際にはモーターの力だけで走れてます。ほぼ最低限の仕組みで適当に組み合わせた割にはちゃんと動いてるかな。まあ今回は集めた資材で何か簡単なクラフトをやってみるってな感じでやってみたんだけど、次回はこれを使って旅に出るってなところでまとめときましょうか。ということで新たなる旅立ちやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。過去にもニューゲーム相当な形でほぼ最初からのスタートってのも何回かやったんだけど、今回は正真正銘ニューゲームとはいえ、昔はなかった設計図とかの新機能も実装されてるので、おいおいその辺の便利機能も使いながら進めていこうかな。で、今回サンプル的に作った乗り物、今回は間に合わせで作っちゃったんだけど、これをもっとかっこよく仕上げようかな。ということで次回は電動スクーターやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。